スナックですね。スナックなんですか？はい、お店の前で動画を撮っていると、旅人さんからここは何のお店ですかと聞かれました。今日はスナックマリオネットで出されるママさんの美味しいお食事メニューをご紹介しましょう。お酒が飲めなくても食べに来ても良いそうで、お言葉に甘えて通い続け、全メニュー制覇。中がとても素敵なんですよ。以前は親不孝通りと呼ばれた飲み屋街に広い店舗があったのですが、今はキッチンレフリーの通り、ラーメン8階の前に移ってこじんまりとした店構え。ひろこママはいろいろ粘土作品を作られていて、コンテストで何度か受賞され、教室まで開かれてました。お店に飾られているオブジェや額はすべてママの手作りです。かわいいですね。スナックの隣にアトリエがあり、見学したり購入することも可能です。お酒が飲めなくてもトマトジュースにオレンジジュースや炭酸系のソフトドリンクがありますので、まずは飲み物を注文。トップバッターは卵焼き。いただきます。とろっと絶妙の焼き加減、美味しいですよ。続いてお好み焼き。鰹節とソースの風味がいいですね。昭和レシピチャンネルでは関西タイプと広島タイプの2種類のお好み焼きを紹介しています。食べてください。わあ、焼きチーズカレー。はい。熱いですよ。鉄板が。はい。これ混ぜる。はい。チーズとカレー、混ぜ混ぜして食べましょう。焦げついたチーズを注げると美味しいですよ。ピザ、食事というよりおつまみメニューなのですが、どれも美味しいです。パラグアイではオーブントレー目いっぱいの大きい自家製ピザを作って食べましたが、ピザは時々食べたくなります。パスタは2種類あって、これはたらこ。海苔がたっぷりかけられていて和風スパゲッティ。昭和レシピチャンネルでも明太スパゲッティを紹介しましたね。チーズポテト焼き。普通の半分だけど。ピーチカクテルを薄めにと頼んでみました。はい、ピーチフェットです。お酒類を注文するとお通しがついてきます。お通しはこれはひじき煮たのとバッケ味噌ってわかります？バッケ味噌とたくあんの鰹節あえ。美味しそう。バッケ味噌、バッケはフキノトウ。オランダ産のようですが、とても飲みやすいです。ひじき。
昔給食で出てくるひじきは苦手でしたが、大人になって美味しく感じるようになりました。はい、焼きうどん美味しそう、湯気が立ってる。焼きうどんにはちくわとソーセージ、キャベツで鰹節が美味しいですね。フライドポテト、これもジャンクフードの部類ですが、時々食べたくなりますよね。揚げたてが美味しいです。ナポリタン、9時と言ったらナポリタンです。動画では顔出し NG ということなので、ママさんの顔を見たい方は直接お店へいらしてください。もうちょっと赤いんだけど。はい。薄めにチェリーカクテル、美味しい。ヘルメスチェリーブランデー、サントリーで作ってますね。とってもこれは飲みやすい。豆腐の田楽、美味しそう。これお味噌は麹味噌かなんかですか？麦味噌。麦味噌。麦味噌にニンニクとネギが入ってます。ああ、美味しいですね。やっぱりママさんはお料理上手ですね。豆腐も柔らかくて。焼きそば来ました。干しエビが入っていて良い味を出しています。パラグアイでも焼きそば教室を開いたことがありますが、やっぱり日本人は焼きそば大好きですよね。特に関西人にとって焼きそばやお好み焼きはソウルフードです。本当は3枚なんだけどおまけしました。ありがとうございます。結果しないように。フレンチトースト。私も子供の頃よく作ってもらった思い出のフレンチトースト。美味しそう。うわ、トロットロだ。バゲットを使ってトロットロに漬け込んだフレンチトースト。本当はこんな感じ、3枚、コーヒー、フレンチトーストについてくるコーヒーです。はい、ラーメン来ました。
醤油ラーメン。普通のラーメンですよ。うわー、美味しそう。これはチャーシュー、ね、でわかめが入ってて、でシナチクスープ。美味しいですね、スープ。スープちゃんと出汁取ってるんですよ。出汁が効いてて本当美味しい。人参、玉ねぎ、煮干し、はい。それからニンニク、はい。あとチャーシュー作る鶏肉とはい。鶏皮入れるの。あ鶏ガラより鶏皮の方が油が出る。出るんですね。じゃあこれ鶏のチャーシューですか？これ鶏のチャーシューです。柔らかそう。これは美味しい。久慈は鶏のチャーシューが名物ですね。鶏が産地だから。そうだね。だしに使った鶏皮。柔らかくて美味しいですよ。美味しそう。カクテルの中でも一番飲みやすかったのがこのラ・フルーレットフレーズを使ったいちごのカクテルでした。入れすぎちゃった。大丈夫。がいいね。大丈夫。大丈夫。はい。色がそのがいいですよね。これ通常の量なんですね。通常の量です。赤いでしょ。いい色。綺麗な色ですよ。はい、どうも。これは美味しい。お通しポテトサラダです。美味しそう。これ手作りですね。じゃがいもとゆで卵。私も得意料理の一つですが、ママさんのポテトサラダも自家製でとても美味しいです。私のレシピもぜひご覧くださいね。さて、残るメニューもあと2種類。こちらは焼きソーセージ。おむそば。コストパフォーマンス一番お得なのがおむそば。焼きそばに卵焼きが乗っていて800円なのですから、これはおすすめ。メニューにないカニクリームコロッケ。
らかじめ頼んでおけばオムライスや他のお料理でも準備してくれるそうです。美味しい。こっちはイカのフライ。リンゴのコンポートです。そうね。かっこよく言って。美味しそう。シナモンが。美味しい。本当に美味しいものばかり。ごちそうさま。いかがでしたか？お料理の上手なママさんのスナック。カラオケもあるようです。ぜひ訪れてみてくださいね。気まぐれなのでお出かけしていることもありますが、クロちゃんもいるかもです。この日はこんないびきをかいて寝ていました。さて、9時から美味しいレシピやお店を紹介する昭和レシピチャンネル。登録と評価、コメントよろしくお願いいたします。奇跡の施術を体験できるマッサージオリエンタルへもどうぞお立ち寄りください。ひろこママの素敵な作品も整体院に飾らせていただいています。でや、まだなす、nos vemos。チャウチャウ。